はい。では、始まりました、建築情報学チャンネル第16回。今回は私、下田裕太がホストとなりまして、ゲストをお呼びしたいと思います。今回のゲストは、高木修太さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。最初に簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。僕は高木シューター事務所というですね、事務所を運営してまして、コンピュータープログラミングが専門の会社、事務所なんですけども、建築設計に特化したプログラミングで、かつ、自分たちで単独で動くというわけではなくって、必ずこう困った方だとか、あるいはコンピューターを使って何かを解決したいという方の依頼を受けて動くというような、そういう事務所を運営しています。で、個人的には大学の教育に興味があって、非常勤講師を何個かの大学で勤めてたりとかするっていう、そういう感じですね。はい。いや、そうなんですよね。で、僕もその先生って言っちゃってますけど、学部2年生の時に高木先生の授業を、東大で受けていて、それで今もう、呼び方も高木先生で慣れてるので、高木先生でいこうと思うんですけど、その時に教わった、なんかデジタルに関する、教育っていうものが今につながっているなっていうふうに思っていたので、4年前の話ですけど、4年後の今日、ちょっと今回お呼びしたいなと思って、あの、お呼びさせていただきました。で、嬉しいです。教育の話ももちろんたくさん話したいことはあるんですけど、事務所の仕事っていうのをきちんと話を聞く機会があんまりなかったので、今日はちょっとそこから聞いていけたらいいかなと思ってます。ですね。なんかすごいかしこまっちゃってますが、高木修太事務所では、結構なんか仕組みの設計屋さんみたいなことをしているのがすごい面白いなっていうふうに思ってるんですけど、なんか、その、そうですね。なんか肩書きがまず変わっているなと思っていて、なんか建築家プログラマーってあ、書いてるじゃないですか。はいはい。あれはどういったものですか？なんか、あと、便利屋さんを目指してるみたいなことも書いてあったりすると思うんですけど、よく調べていただいて。先生の、まず高木先生の、はい、肩書きはいつも困っちゃうから、そういう書き方してるんですけど、はい。ある意味、なんていうんでしょう、ずるいやり方をしていて、うんうん建築クラスターの方々と話すときは僕はプログラマーですって自己紹介するし、うん。はいはいはい。コンピューター界隈の人たちと話すときは僕は建築家ですって言うんですよね。うんうんうん。で、そうすると、単純に、まずレア感が出るっていうのと、うんうんうん。その自分たちが知らない分野のことを知ってるからなんか聞いてみよはうみたいな、いはいはい。そういう得したことが何回かあったのうで、なのでん。併記していて、かつ使い分けてるっていうのが1なるほど。点と、便利屋っていうのは、そうなんです。僕ずっと使い続けているフレーズがあって、うんうんう建築ん。界最強の便利屋って呼ばれるようになりたいんですよね。はいはいはい。あとは、なんかいろんな、なんか例え話使うんですけど、はい。なんかアンパンマンみたいになりたいねみたいなことを、はい。事務所の子たちとは言うんですけあど、なんかあ、こう、鍛えた腕をはい。自分たちのために使うのは、まあもちろん、食っていかなきゃいけないので、自分たちのために使うんですけど、うんでうんうん。もこう、信頼を受ける、あるいは僕らを誠実に頼ってくれる誰かのために使いうんうん。たいっていうのがありますね。いや、それはでも高木事務所の活動を見てるとすごい感じるところで、あの、結構、独学用のソフトとかをソフトじゃないや、サイトとかを無料で公開してたりするじゃないですか。ああいうのも、そういったような観点からそうでなんですか？すね。あうん。れとかは、やっぱり僕たちだけが、こう、名前があって出してるわけではなくて、うんうん僕らの考え方とか、あるいはうん。うんうん。高木みたいな人がいるんであれば、一緒うんうん。にやってもらいたいっていう人が、こう僕らにはいはい。こうしっかりと誠意を持って相談をしてくれて、うんうん。で、作り上げてるものっていううん。自負があって、あの、ご存知かもしれませんが、日建設計さんとか、あるいは建はいはい。築情報学会のあ、谷口さんはいはいはい。とかが、僕にそういったことを相談してくださって、そううんうん。いう目的であれば、あるいはうん。そういう志があるんであれば、ぜひ協力させていただきたいという形で進んでいったプロジェクトで、やいや、っぱそうですね。そういうやり方がはい。気持ちいいんですよね。rhino.gh.com とか、結構知り合いであれで独学しましたみたいな人多くて、なんか、エイリアスとかも
もうバンバン載せちゃってるじゃないですか。あ、そうですね。いや、すごいありがたいと思うんですが、あれができるのはすごいことだなというふうに思ってますね。なんかここ最近はやっぱりあのサイトの声の人ですねって言われるように確かになはいりました。はい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 。この動画ではって言って始まるそうやつ。もう授業の時から聞いてるやつですけど。そうですよね。授業は、まあ、なんかさっきもちょっと話してた話ですけど、東大での授業っていうのは、もう今はされていないんですね。そうなんです。残念ながら、うん、下田さんが、僕が独立してから初めて持った授業の学生さんで、いや、で、おかげさまでそこからここまで来ました。で、東京大学は4年間僕は授業を担当させてもらったんですが、去年で終了しまして、うん。今は残念ながらやってないんですけど、うん。まあでもね、さっき楽屋でも途中まで話してたんですけど、はいはい。東京大学で僕が教えた学生で、まあ僕がこんなこと言うのはおこがましいんですが、はい。デジタルのことをしっかりやられている学生さんがどんどん出てきていて、そうですね。具体的な名前言っちゃっていいのかなと。例えば、下田君と一緒に今、活動している南君もそうですし、うんうんうん。下田君の下の学年の今井さんもそうですはい。し、まあ、極めて優最秀な、強ですね。はね、い。学生が出て、僕としてはうんうん。満足というか、はい、やった甲斐があったなって思ってます。うん。いや、そうですよね。なんか高木先生がいなくなって、ちょっとデジタル教育大丈夫かなと思って、学部生の向けの勉強会を、その今名前出てたね、南くんとかと一緒に僕やってたりもしたんですけど、野田さんもそうだよね。はいはいはい。そうだよね。でもなんか、SNS とか見てると、結構その僕が受けてた頃よりも教育がこうアップデートされてってるような感じもあると思うんですけど、なんか、そうですどうね。なんですか？ちょっとその辺聞いてみたいな。ああ、やっぱ初年度は僕もこうエンジンが回りすぎたというか、余裕がなかったのもあって、あ、そうなんですね。はい。っていうのがあったと思うんだけど、やっぱり年をまたぐことによって、どんどんアップデートされたところはあっうん。て、まあ、ちょっとどこまで今詳しく話していいかわかんないけど、ここでまた新しく名前が出てくるのが木内俊勝先生で、はいはい。こちらも建築情報学会で何回目かにインタビューされてましたけど、授業の課題は木内俊勝先生が作ってくれた課題で、僕がその課題を、まあ、なんて言うんでしょう。授業として実際に実はいはい。行するみたいな、そういう形だったんですよね。で、すごい不思議な課題で、建築学科の学生なのに服を作らせるって課題だったんですはい。よね。だけど、あれめっちゃ楽は、しかったです。はい。でもあれはすごくその、目的があって、やっぱうん。り東大の2年生の授業っていうのは、造形のことをまだ何も勉強していない、建はいはい。築にまだ入ったばかりの学生さんたちで、そうですね。やっぱりその、重力に対して立つものみたいなものを作うんうんうるのはなかん。なか難しいんじゃないかっていう議そうで論があっすよね。そうて、で、ですね。その学部1年生の中でも、時はもう別の前期教養で違うこうん、とやってて、2年生から建築になるのでですね。木内先生がある日服を作ってうん。みようっていうことを言ったんですようね。ーん。で、僕は驚いちゃって、いや、はい。建築の学生に服作らせるんですか大丈夫ですかねみたいな会話をうんした覚えがあるんですが、うん。だけど、まあ、デジタルの手法と一うん。体何を解決したいのかっていうことうん。うをん。明確にすれば、建うん。築だろうが服だろうが、そうん。れは間違いなく、まあ、造うん。形っていう名前のついてる授業だったんですけど、はい造形のはいはい。勉強にはなるはずだから、うんうんうん。頑張ってみましょうかっていうんうう、そのんうん。彼の説得というか、まあ、優れたコンセプトだっはいはいはい。たと思うんですけど、今思えば。うん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 。で、まあ、下田さんはそれにちゃんはい。と自分の興味のある折り紙をちゃんはい。とね ですよね。あそこ組みで、込んで、本当にあそこで初めて、その幾何学的な折り紙、それまで、いわゆるちょっと、なんだろう、恐竜だとか、人間だとか、そういうのを折り紙で作るコンプレックス折り紙的なものをやってたんですけど、幾何学的なのをやったのはあそこが初めてで、はい、最近の作品はもう幾何学的なものばっかりなので、あそこから始まってますね。で、その授業ですごい、びっくりしたのが、なんか、3D モデリングの授業だって言ってるにもかかわらず、それはもう、方法のうちの一つだ、みたいな語り方で、なんか全然そこをこう、ぐいぐい押してくるわけじゃなく、僕の折り紙とかも、なんか、結局考え方的にはそのパラメトリックスタディ的なことはしているけど、実際はもう本当に手で折る方に進んで、いや、むしろそっちに行ったら、みたいな感じで言ったのが面白かったんですけど、いや、本あ、当に今、ごめんなさい。話が飛んじゃいましたけど、いいです。年々そのアップデートしていったのは、はいはい。もうまさにそんな感じで、
もうどん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 、その、なんていうんだろう、ツールに、こう、なんていうんだ、縛られないようにするように、どんどんそれも変わっていって、で、下田さんが前回かな、前々回か、前回か、建築情報学会チャンネルで言ってたのは、やっぱり手で折って確認した方が、スタディがはかどる時があるっていう話だったじゃないですか。あれはつまり、コンピューターの計算速度を超えてるからなんだと思ってるんですよ、僕は。実際の紙の材質だとか、実際の紙のその反発だとかっていう、その計算がもうコンピューターに置き換えるよりも手元でやった方が早いからめっちゃありますね。ですよね。そういうことをより意識させるようにしましたね。よく使うメタファーで、その物体をこう持って床にこう落とすときの挙動なんて、それは落としちゃダメですよ。もちろんこれ落としてますんで。こんなのって、もちろん、そのコンピューターでシミュレーションかけることもできるんだけど、じゃあこのマウスをこういうふうに傾けて落としたときと、こういうふうに傾けて落としたときと、こういうふうに傾けて落としたときとかって言って、いろんなバリエーションをじゃあつけて落とすっていうときに、じゃあ10回だったらもしかしたらやっぱり実際に人が持って落とした方が精度も高いだろうし、発見もあるだろうし、スピードも速い。だって開発に必要ないから。だけど、じゃあこれを 100パターンで落とすときとか、1000パターン落とすときってなったときに、これはコンピューターやっぱ使った方がいいねって思う判断力があると、今後いいよみたいな、そういう授業に変わっていったような気がするな。なるほど。いや、でもめっちゃ大事だと思います。それは本当にあの頃はよく分かってなかったですけど、最近すごい感じるところでありますね。どっちが早くて、どっちをこう有効な場面で使うかみたいな話は、かなりデジタル教育で重要な部分だと思いますね。あともう一個プロジェクトについて聞くとか言いつつ、授業の話ばっかりしちゃうんですけど、いいじゃないですか。コードを僕らがこういうものをコード作りたいんですって言ったときに、めっちゃ高木先生が次の回までになんかコードを書いて持ってきてくれるみたいな、全部やってくれるっていうのもちょっとあれは新しい形だったかなと思うんですけど、あれは今もやられてるんですか？やってますし、これは一応なんて言うんでしょう、エクスキューズというか、全然僕が新しいんじゃなくて、僕のお師匠様が松川翔平先生っていう先生なんですけど、僕が学生の時に松川翔平先生が僕の大学に非常勤講師で来てくれた時に、彼が全く同じやり方を取ったんですよね。僕らはもちろんプログラムを書けないし、当時しかもグラスホッパーそこまで、なんていうんでしょう、僕の授業で採用してるのはグラスホッパーですけど、当時そこまで、みんな、ラインのインストールできてたわけではないので、プロセッシングっていうスクリプトベースのプログラミング言語を使ってたんですけど、で僕も驚いたんですけど、その松川翔平先生が僕らが考えたコンセプトに対して毎週プログラムを打って持ってきてくれたんですよね。で僕はそのコードを必死に読むところからコンピューターの勉強をスタートしたんですよね。で実は僕もそのやり方を真似していて、とあるまた別の先生に注意を受けたことがあって、そのやり方をしてると学生は覚えないから自分で打たなくなるからやめた方がいいっていう言われたことがあったんですよ。でも、自分の中ではまだ答えが出てなくって、やっぱり僕は先生が優れたスクリプトを書いてくれて、その通りにまずは打つところから始めようってところからスタートしたので、きっとその成功体験から抜け出せてないんですよね。でも、そうじゃなくって、ほっとかれた方がやっぱり学習が進む人もやっぱいるはずなので、まだまだそこは。でも、あのやり方はかなり良くて、何個かいい点があるとは思うんですけど、まず、そもそも、建築の授業を受けてる人みんなが、デジタルの達人になるわけじゃなくて、で、じゃあそういう人たちがどういうふうなことをその授業で得て帰るといいかというと、デジタルを使うとこういうことができるんだみたいなことが分かっていると、後々聞いてくるっていうのがあるんで、まずできるものっていうのは、あれだけ密度高くいろんなものを見せてもらえるっていうのは、
すごい貴重な経験だったなっていうのと、僕も授業でカンガルーの使い方とか、ちょっと、カンガルーっていうグラスホッパーのプラグインの物理演算のこの後ろに今出してるようなので、いくつか使ってますけど、もう分かんなかった。その授業の中では分かんなかったけど、ああいうのができるらしいっていうのは見ててすごい感じてたんで、後々勉強したときにスムーズにいったっていう面もあるので、あれ、いいと思います。いやね、あと、ごめんなさい、もう一個だけぜひ言っておきたいのは、ジェネレーションギャップってよく言うじゃないですか。僕、今年37なんですね。で、去年僕が一番若い学年で教えてたのが19歳ですけど、なんか19歳の若者と37歳のおじさんだと間違いなくジェネレーションギャップが出て、僕が PN とか言うとやっぱ寒いですよ。別に PN が最新の言葉かどうかわかんないですけど、だけど、日本語を使うと変な感じになるところも、プログラムの言語を使うと変な情報がそがれて、極めて論理的なコミュニケーションになるんですね。これをこれこうして、その後にこうするっていうアルゴリズムの説明だとか、僕はこれこういう手順でやった方がいいっていうことを自然言語じゃなくて機械言語でコミュニケーションできるようになるんですよ。これって僕がこういうやり方をやってきたこの4年間の発見で、コミュニケーションツールとしてコミュニケーションツールとして機能してるっていうのは正直あると思う。なんでしょう、なんか結構プロジェクトごとにいろんなクライアントさんと一緒にやってるじゃないですか。そういうその実際のプロジェクトの時も、のやり取りとかって、もうそういう。いや、素晴らしい。おっしゃる通り。僕らが頼まれてないコードを勝手に組むみたいなことも実は結構あって、それによって会話を引き出したりだとか、いや、もっとこういう手順がいいんだよみたいなことは、やっぱりコミュニケーションツールとして十分機能するので、プログラム、先にコード組んじゃうこともあるんですか？頼まれてないコードを先に組むことは結構ある。それ結構建築家的ですね。そうなんだ。いや、なんだろう、なんか見てて、高木先生のサイトとかのプレゼンの仕方って、かなり、なんかこういう評価をするために、こういうコードが書きましたっていう、なんかあんまり自分の取捨選択の部分はあんまり見せないで、こういうスタートだからこういうゴールが、こういうツールを使うと出てきて、こういうバリエーションが見えて、その中から選べますっていう形だと思うんですけど、なんか、その過程で何をパラメーターとして選ぶとか、なんかそういう部分って結構高木先生自身が決めてる、設計しているみたいな部分だと思うんですけど、どうですか？そういう感覚は。でも理想は、そういう、なんていうんだろうな、形の元になるパラメーターだとか、そういうどういう仕組みを作りたいのかっていうのをやっぱ引き出すことが重要なので、もちろんこちらはコントロールしちゃうときもあるんだけど、できれば引き出したい。引き出したいっていうふうに、考えます、スタンスとしてはもうやっぱり便利屋さん的な感じで。やっぱ最強の便利屋になりたいね。のパラメーターこれがいいんじゃないみたいなのが向こうから言ってきたりもするものですか？結構こっちからありますし、そのクライアント相手に、またこんな言い方するとあれかもしれないですけど、その教育を施すこともあって、つい最近やって面白かったのは、とある会社さんから、とあるツールの使い方を教えてほしい、コンピュータープログラミングを教えてほしいって言われて、最初3D モデリングからコンピュータープログラミングまでっていう、講習のセットを作って持ってったんだけど、じゃあ、本当にこれを採用してやろうかってなった時に、これ本当にみんな勉強するかなっていうふうに言い出したのね。で、で、しかもそのクライアント建築の実務をやってる、ゼネコンさんだったんだけど、むしろそうではなくって、僕らみたいなプログラマーにいかに頼めるか、上手な頼み方、本当はこういうプログラムがあると、日々の業務が効率化するんだけどとかっていうようなアイディアがあったときに、どういうふうに頼めば僕らがプログラムを打てるのかっていうワークショップに切り替えたっていう経験があって、僕はそれはすごい成功体験として持っていて、
俺、建築情報学会チャンネル、ごめんなさい、僕実は一度も見たことがなくって、今日全部見たんですけど、は珍しいですね。い、一日で全部っていう。建築学の教科書を作ろうから見たんですけど、確かあの時に、はいはい。建築業界、特に建築設計してる人はみんなプログラムができるようになった方がいいか否かみたいなので、イエスかノーかのうん。多数決を取ったことがあっはいはいはい。たような気がして、で、うんうん。大部分の方がイエスって答えてたんですけど、僕はあれ圧倒的にノーで、うんう多ん。分これからもうん。全員が全員プログラムができるようになるってことはないんじゃないかな。なるほど。逆にそういう風になったら多分地獄だと思うな。うんうんうんだけうんども、重要なのは、誰にどういう頼み方をするとプログラムができてたとか、どういう運用の仕方をすると、効率が上がるだとか、うん。うんメリットがあるんだっていうことが考えられること、ないしはうんうん。判断ができること。うんうんうん。それが重要だと思うなるほな。ど。なんか、高木先生がこう、オープンにしているものとかも、見ていると、結局そういう部分につながっていきそうだなって思う部分は結構ありますね。うん、なるほど。確かに、全員がやる必要はないですもんね。うん、ないとうんうんうん。思うな。それはなんか、英語とかっていう言語は結局全員が喋れるようになってない今の状況とかとオーバーラップするような気がしますね。理想うんうん論と現実はやっぱ違うんうんうん。じゃないかな。っていううんうん。のは、わかんない。僕が間違ってるかもしれない。将来的にどうなっていくんですかね。なんか、もう、その仕事のやり方というのが、なんか高木先生みたいな仕事がこう増えていくのか、どうなんでしょう。なんか、みんながみんなプログラムを自分で書いて、こうデジタルアーキテクト的になるわけではないと思ってるってことですよね。うん、なる必要もないし、うん。なっちゃったらもう地獄みたいな世界うん。が待ってるうん。ような気がしますね。うん。うん。うん。確かに。いうん、や、それはどうなるのか気になるところですけど。時間がだんだんなくなってきましたが。全然プロジェクトの話を大丈夫ですよ。してなくて、いや、超楽しい。いや、なんか、具体的な話出した方が皆さん分かりやすいかなと思うので、なんか、ヤギのいる庭の、プロジェクトがあったと思うんですけど、あれ結構、なんだろう、日射評価とか、耐風圧評価とか、建設コスト評価とか、そういうものを評価軸にしてますって、まず最初に言っちゃってるんですけど、ああいうパラメーターを決めるプロセスって、具体的にどうだったのかなと思って。なんかそこを決めたのが高木先生なんだったら結構デザインしちゃってるなと思うんですけど。うん、でも、まさにそうで、結構やっぱコントロールはしていて、はい。やっぱ重要なのは、ちょっと具体的な今、写真とかがないからかなり分かりにくい話になっちゃいますけど、うん。やっぱりコンピューターに判断させたいところと、コンピューターじゃない方が判断しやすいところって分けることが一番最初に重要なんですね。僕らがはいはいはい。プロジェクトのお助けマンに入るときは、必ずやりうん。たいのは、これはもう人間が判断した方が早いわっていうのと、これコンピューターに判断させた方が早いわっていうところをこう上手にこう仕分けしてあげるんですね。はいはいはい。で、その中でじゃあコンピューターで判断しやすいところは、じゃあうん。例えばできるだけうん。火を室内に入れたくないとか、はいはいはい。こう数が増えるとお金がかかっちゃうっていう数量拾いだとか、うん。あるいは風がこう吹いたときにはいはいはい。屋根の面積がこう縦に広いと風圧受けちゃっうん。てこれだけ変異出ちゃうみたいな、そういうものをやっぱりこう計算として登録しておくと、ファンクショなるほど。ンとして、その関数として用意しておくと、その結果は間違いなくミスなく出してくれるので、うん。そういうものはもうできる限り、コンピューターに埋め込んでおきましょうよっていううん。提案はするんだけど、でも面うん。白いのは、毎回面白いのは、はい。結局僕らが作ったその評価軸も数ある評価基準のうちの一つに過ぎなくって、いや、そうだと思うんですよ。高木さんが作ってくれた評価うん。軸で、これうん。とこれとこれは、うん。最高ではないけれども、2番、3番手ぐらいのもので、コンピューターが判断できなかった見た目の部分でこれを採用しましょうみたいな、そういう会話がはいはいはい。発生するんですけど、はいはいはい。そういう時こそ、ようん。しって、ああ、なるほど。いやー、面白いですね。僕らがなんか、入った意味があったなっていうふうにはいなるんはいはい。ですよね。なんか僕らが構造解析とかするときも、かなりこう、省略、なんだろう、どの情報を引き出してくるかっていうの、すごい大事で、うん、なんか最初にそのどういうモデル化をするかで、結構後の結果が変わってくるし、そここそ重要だと思ってるんですけど、その仕分けの部分
今さらっと仕分けてって言ってたと思うんですけど、そこはもう高木事務所でやっている。高木事務所でというか、まあ、やっぱり相談しながら、これだったらコンピューターに間違いなく関数として登録できるだろうしとか、これはコンピューターでもできるんですけど、すごい時間かかっちゃうから、その最後の最後に1回だけやりましょうとか、そういうようなコントロールはやっぱりするようにしていますね。まあ、やっぱりそれは申請が出ますね。僕らの能力にもやっぱり左右されるので。いや、なんか、最近僕ちょっと、あんまり詳しくは言えないんですけど、建築じゃない分野と、コラボするみたいなことをちょっとやっているものがあって、なんか、結構、こういう、なんだろう、建築の中で閉じた話ではなくて、なんか、建築のとこで作った仕組みっていうのが、結構違う分野で使えるみたいな場合が意外とありそうだなって思ってるんですけど、高木先生の作る仕組みっていうのも結構、いろんな分野とか場面で使えるものがあるのかなって感じるところではあるんですが、なんか将来的に誰のためにどういうところで高木先生のその技術みたいなものを使いたいっていうようなことはありますか？それはごめんなさい。誰と組みたいみたいなものは。僕は少なくともやっぱり何かこう鍛えた技術をストックして誰かに売るとかそういうこととかはもう全く考えてなくて、それよりも誰と仕事をするかの方がよほど重要で、言い方を変えると何をするかよりも誰とするかのが重要で、よりこう尊敬ができるクライアントを探し続けてるみたいなところが正直ありますね。なんかそれすごいスピードで学習していきそうですよね、高木先生が。そうかも。そうであってもらいたい。ちょっと逆にごめんなさい。ちょっと僕いっぱい聞いてもらってすごく今よく、今日素晴らしい、本当に、最初緊張してたって聞いてたけど、全然素晴らしい質問し方あれだったんですけど、逆に今下田さんはどういうふうにこれから仕事していったり、まあ仕事するのかな、それさえ僕知らないんですけど、下田さん今 M2 じゃないですか。で間違いなく人にはできないことがもうすでにできる。僕の知らない技術もいっぱい持っている。まあ、どうでしょうね。はい。そういった中で、まあ、ちょっとこれから進学されるのかも僕全然知らないんですけど。まあ、一応、構造系に就職はします。そうなんですね。どういう仕事の仕方ないしは誰のために仕事をしたいのかとか、そういうのってぜひ聞きたいです。いや、僕は結構その高木先生、なんかパッと聞くとこう、成人みたいに思えてしまって、なんか、いや、そんなこう無償の愛みたいな感じで、誰にでもこう開いてっていう発想まではいかないんですけど、ただ、いろんな人とコラボしたら面白いというのはもちろんあって、なんだろう、その、コラボごとにこう違うものが生まれるっていうか、新しいものが生まれる瞬間に結構魅力を感じるんですけど、その新しいものが生まれる瞬間ってちょっと何かこう分野を横断したような場合だ気はしていて、そういう超えられるなんか共通の言語みたいなものがプログラムの可能性もあるし、僕はよくやる携帯とかの話かもしれないし、そういうところでちょっとつながって、なんか物事の本質みたいなところにこうぐっと近づいていけたら嬉しいなと思うんですけど。なるほど。じゃあやっぱり発見と、そしてそれによってこうつながれる人と人との関係性みたいなことに興味があるんですね。楽しみですね。いや、高木先生の状況はすごい羨ましくて。いや、でもね、昨日僕、佐藤先生とミーティングしてたんですけど、まあ佐藤先生僕のこと覚えてないかもしれないんだけど。いや、絶対覚えてます。いや、会議中僕の名前をずっと間違え続けるんですよ。まあそれはいいんだけど、下田先生、ちなみに何て間違えられたんですか？僕の隣にいるスタッフの名前のことをずっと、まあそれはいいんだけど、やっぱ佐藤先生とミーティングをしてると、僕は佐藤先生からやっぱ慈愛の精神みたいなのも感じるんだよね。あの人こそ、なんていうのかな、そういう欲から気に払わされた、目の前にいる困ってる人のために自分が蓄えてきた知識をこう、提供するっていう、そういう精神を持っているような気がしていて、あそこの研究室から出てる学生さんはなんかみんな、そういう考え方を多少なりと思っているような気がしますけどね。まあなんか構造化と呼ばれる人たちは、やっぱり人の安全とかをこう保障しなきゃいけないっていう部分があって、まあなんかそういう側面は大きい気はしますね。
僕もそうなれるといいんですけど、まだちょっとエゴがありそうな気がします、僕自身は。いや、僕自身がむしろエゴが強いよ。だから、そうなんです。エゴ無強いよ。償ないような気がしますが、まあまあまあ。もうちょっと30分になっちゃったんで、ちょっはい。と多少オーバーしていいとは言われてたとはいえ、ちょっとはい。締めていこうかと思うんですけど、はい。毎回これ、質問されている内容なんですが、はい。建築情報学会にはい。高木先生が期待することはい。などあれはい。ばお聞かせください。えっと、これいろいろ考えたんですけど、はいはい。ぜひですね、うん。喧嘩しないでいただきたいっていうことを うん。言いたくって、めっちゃ大事なね、ところ。ね、はい。あの、はい。僕が今まで見てきたうん。学会だとか、協会だとか、まあ、はいはい。非営利団体、うん。非法人の、うん。まあ、つまり、うん。利益を求めるような団体でない組織をいろいろ見てきて、やっぱリスクになるのは仲が悪くなることうなんでん。すよね。うん。これだけの手だれが揃ったチームはなかなかうん。ないと思うんですよね。うん。いや、そうです。で、何をやるのかっていうのはもちろんうん。議論はこれからあると思うんですけど、うん。うん。ぜひとも仲良くしていただいて、いや、はい。なんか、高木先生、やっぱり慈愛の人ですね。どうや、すれば、喧嘩しないで、ね、どうすいけるればいいんでと思います。しょうね。どうすればいいんでしょうね。逆それはに僕が聞難しいです。きたい。うん、僕は実はあんまり学会とか協会とかには参加しないっていうスタンスを取っていて、うん。実は建築学会にも建築情報学会にもまだ入会はしてないんですけども、うん。あ、建築情そうなんだ。報学会が仲のいい組織だよっていう噂を聞いたときには僕も参加させてもらおうと思います。仲良くですよっていうこのこことを。とです。はい。いや、はい。いろんな人にこんなふざけた言い方でいいのかはい。な、ごめんなさい。はい。いや、けど結構とて本質だとも大事です。思ってます。はい。はい。いや、そうですよね。こんだけいろんな人が関わっていうん。て、いや、それぞれかなり自分の芯を持ってやってる人たちなので、はい。はい。見ている方から質問が来ていて、今、チャットに投げられたということは、まだ聞いていいということだと思って聞くんですが、今までのプロジェクトでプログラミングを構造解析に生かした事例を教えていただけますかと思ってます。生かした事例は、うん。例えばその構造解析を組み込んだ多目的最適解を算出はいはい。してうんうん。形を決定したみたいなことは何度かありますね。ちょっとごめんなさい。カランバ抽象的なとか言い方でですか？申し訳ないです。はい。はい。カランバとかそういうグラスホッそうですね。パー内でのうん。やつ。そうですね。うんうんうん。いや、強力なツールですよね。うん。はい。とのことでした。じゃあ、次回ゲストの方のご紹介を、はい。していただいてもいいでしょうか。はい。ちょっとこれ噛まないように言わなきゃいけないんですけど、はい。次回のゲストは、リクシルウォーターテクノロジージャパン営業本部、プロジェクト営業部、スペースプランニンググループの、小松則明さんをご紹介させていただきます。弊社とそれから株式会社リクシルさん、それから AMD ラボさんという3社でリリースした ASPEC というですね、うんうん。パブリックトイレの自動設計サービス、とある、AI というか、考えるプログラムが内包されているウェブサービスをですね、最近リリースしたんですけども、そのプロジェクトリーダーで、僕個人的に猛プッシュしている方なので、ぜひとも紹介したいということで、小松さんを次回連れてきます。はい。はい。楽しみです。なんかはい。まだプロジェクトの詳細もちょっとまだベールに隠されているようなところがあはい。るんで、そこも聞けたらはい。多分、あれ楽しみです。ですよね。はい。建築情報学会メーカーの方いらっしゃるのは多分初めてだと思うので、それ確かに。もいいなと思って、はい。うんうんうん。お誘いいいですね。しました。はい。楽しみです。2週間後の今日ですね。3月4そうですね。日はい。ですね。はい。ということで、次回もお楽しみということで、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、はい。今日は高木修太さんをゲストでお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな教え子に呼んでいただけるなんて、こんな幸せなことは本当にないです。ありがとうごいや、教ざいました。えていただいたおかげでここまで来ました。ありがとうございます。はい。はい。はい。では、ありがとあうございました。りがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。